待って。スリーブ付きでこんなにジャンクあるの？全部一式揃ってんじゃないのこれ。だいたい今2000円ぐらいなんだけど、なんかこの子だけ当たりやすいぞ。全部見てみよう。すごいある。こんにちは。平成のゲームを集めてる山木です。ゲームショップ巡り企画。今回は千葉県のお弓の屋やってきました。最近では珍しいジャンクゲームが大量にあるという情報をキャッチしたので、早速行ってみたいと思います。今回のハードオフさんでは、ジャンクコーナーでおなじみの箱、通称青箱のミニグッズが手に入るとのこと。数量限定らしいので、残ってたら絶対に買いたい。ということで、お弓の駅から歩くこと約10分、ハードオフ千葉お弓の店さんに大潜入していきたいと思います。店内に入ると早速、ミニ青箱発見。これは買います。入り口すぐのショーケース、ポケモン系が並んでますね。ハートゴールドとソウルシルバーありますね。ポケウォーカーなしだと1万円切る感じか。懐かしいポケットピカチュウだ。これ持ってたわ当時。ピカチュウがすごい不機嫌になるんだけど、このご機嫌の取り方がね、わかんなくてね、当時はいつも怒らせてた記憶あるわ。奥にエメラルドあるね。サファイア箱付き。若干汚れあるけど7000円台か。ポケモン初代が全部並んでる。全部一式揃ってんじゃないのこれ。やば。コンプしたい人これおすすめだね。ファイアレッド、リーフグリーンのアダプタ付きかな？リーフグリーンの方がちょっと高いんだ。ダイパプラチナ、ここも並んでますね。パール1100円か。これちょっとお値打ち品だね。すごい。アルファサファイア、サンムーン、XY、ブラフォア2。で、ダイパリメイクとかスイッチ関連も。ほとんど一式ここ揃ってんじゃないの？すごいわ。メトロイドドレッド。これ初めて見たんだけど、いつの間にメトロイド出てたんだ？未開封品だ。アミーボ、この子匠って言うんだ。かわいい。スプラのキャラクターはここ一気に勢揃いするね。確かさ、フェス会場見れるアミーボあったよね。みんなどれかアミーボ持ってる？カービィとかマリオもあるよ。ミュウツーいる。カッペイとフーカのね、アミーボパッケージ付きありますね。いや、このままね、保管しときたい感あるよね。ファミコン系とか、結構前の世代のレトロゲームが多いかな。ゲームキューブのシルバー、コントローラーの状態も良さそうだし、これいいんじゃない？全部ファミコン系かなって思ってたら、ゲームボーイアドバンスの箱付きめっちゃあるのよ。1個ずつ見てきていい？ファミコンミニのマリオブラザーズとか、ハガレンもある。デンジャラス G さん、全部見てみよう。すごいある。ヒカルの5とか、テニスの王子様。ハムハムスポーツ。嘘、1100円か。900円ぐらいで買ったんだけどな。くるくるくるりん。ワリオランドアドバンス。こないだスイッチオンラインで実装されたよね。サモナーズリネージ。これ知らないな。どんなゲームなんだろう。テイルズ・オブ・ファンタジア、あれから数世紀後の世界。テイルズのシリーズの番外編的なやつなのかな。このパッケージ初めて見た気がする。キャラバンハートとか、テニスの王子様。コロッケね。アニメやってたよね。ロックマン。逆転裁判とかもある。さあ、こっちの棚は、パワープロくんと、虫キング。これもしかして、回るメイドインワリオだ。ちょっと穴開いちゃってるけど、パッケージ付き初めて見たな。結構ごつくない？なんかこれだけ。回転センサーついてたから特殊な感じを出してるのかな。ちょっと段ボールチックでね、すごいパッケージ凝られててこれ可愛いな。チェインオブメモリーズ。これキングダムハーツのやつかな。ファイナルファンタジーのアドバンスもある。ここもしかして、3DS のいっぱいある。妖怪ウォッチの寿司か。ゼルダのね、神々のトライフォース2。マリオメーカーね。マリオパーティーのアイランドツアーか。アイカツとか、マリオブラザーズ2とかもある。ベイマックスの 3DS ソフトなんてあったんだ。ヒーローズバトル。当時映画見に行ってさ、予告と全然違う内容でびっくりしたわ。妖怪ウォッチバスターズの2。妖怪ウォッチバスターズの赤猫なんだ。なんかね、妖怪ウォッチが多め。何これ？ジョニーの脱出大作戦。これ事前情報がないんだけど、どんなゲームなんだろう。人生ゲーム DS。スライムモリモリの2。アドバンスから DS までのゲームソフトのショーケースですね。また知らないアドバンスソフトだ。オリエンタルブルー。幸せな繁栄のシンボルだったオートが魔界に沈む。RPG 系かな。ちょっとこれ面白そう。マリオアドバンス3。これヨッシーアイランドの移植版だったよね。妖怪ウォッチのすき焼き。6000円台か。このね、エンマメダルがね、入ってなかったんだよね。よもぎ買ったやつ。メダルでもあった方がいいのかな。妖怪ウォッチって遊ぶとき。すごい。
見たことないのいっぱいある。奥が多分ね、ハンターハンターのアドバンスソフトで、右がね、ナイトメアビフォークリスマスのゲームで、手前がハドソンのゲームコレクションだって。いや、プレミアつきそうなソフトばっかり。ゲームハードコーナー、Wii とかプレステ2、3、3DS 結構ありますね。ファミコンミニのジャンプ版だ。これ結構貴重じゃない？これ確かね、普通のファミコンミニとちょっとゲーム内容がね、違うんだよね。確かこっちにドラクエ入ってたんじゃないかな。だからこっちの方がなんか需要が高くて、若干プレミアついてた気がする。奥のやつあれじゃない？スイッチ用の64のコントローラー。しかも未開封品だし、届いたまんまの段ボールっぽい。ニューニンテンドー 3DS LL。3万円台になってる。スイッチ変えちゃうよ。2DS 久しぶりに見たな。ポケモン赤エディションだ。当時ね、ポケモン初代のね、バーチャルコンソールと一緒に、この 2DS のね、限定カラーも出てたんだけど、いや、当時なんで揃えなかったんだろう。3DS めちゃくちゃあるね。一個ずつ見ていこうか。初代 3DS の赤が13,000円だ。初代特有のね、ツヤツヤ感めっちゃ好きなんだよな。DSY-LL だ。カラーバリエーションすごいね。ブラックにアクアブルーにピンクに、LL もあって、すごい。待って、ゲームボーイシリーズめちゃくちゃあるんだけど、トイザらス限定カラーのアドバンスだ。ちょっと普通の青より深みがかかった色なんだね。ちょっとかっこいいじゃん、これ。欲しいな。SP すごい。1万円切ってるのもあるじゃん。やばい。ポケットプリンター売ってる。しかもめちゃくちゃ綺麗そう。これでね、初代ポケモンとかをね、ポケモン図鑑達成すると、ポケットプリンター繋いだら表彰状もらえるらしいんだよね。ゲームボーイカラーのクリアパープル。この色めっちゃ可愛いよな。ただね、クリアパープルを持ってた人はなんかみんなオタクみたいな論争がなんかネットで出てるんだけど、この色すごい発色良くて好きなんだけどね。スーファミの上にゲームキューブと Wii と WiiU が並んでるね。ブレワイとかドンキーコングね、カラースプラッシュ、ウールワールド、そしてマイクラ。 Wii はね、アンパンマンとかパワープロとか、ちょっと変わり種多いかなって感じ。ゲームキューブ結構ジャンルありそうだね。ミスタードリラー、1100円だ。ちょっとでも外のスリーブの状態が良くないかもな、個人的に。ペーパーマリオ R ビン？安くないか？だいたい今2000円ぐらいなんだけど、なんかこの子だけ当たりやすいぞ。これすごいね、シナリオいいっておすすめされたからね、いつかやりたいんだよね。PSP コーナー、桜大戦と僕夏が見えるね。PSP はパタポンを探してるんだけど、ここもないか。僕の夏休みの4と、1珍しいね。1のリメイクあるんだ。PSP の方がね、ちょっとアップデート要素があっていいんだよね。いやー、2、3、4も揃えてるから、1買っちゃおうかな。どうしようかな。DS と 3DS コーナーこんな感じですね。3DS でね、今、ケイトのカービィプラスを探してるんだけど、ここにはなさそうだね。ダンボール戦記 3DS でも出てたんだ。 PSP のイメージだわ。待って、とんがり帽子の 3DS もあるじゃん。うわー、どうしよっかな。まさかここで出会えるとは。ちょっとどうしよう。ポケモン XY と奥にアルファサファイア DS コーナー。君のためなら死ねる。これローンチだったよね、当時の。クロノトリガーあるね。ボンバーマン、マリオカート DS とかね。リズム天国。やっぱり3000円台か。みんな大好き、ジャンクコーナー。ゲームキューブここジャンク多くない？ちょっと待って。ピクミン330円。これは何？ピクミン2もだ。バイオハザード。ちょっと待って、やばくないここ。マリオ3サイン330円だ。やば。ドンキーコングジャングルビート。だってゲームキューブ系って結構1000円するとこあるよ。動いたらもう勝ちじゃん。すごい。スリーブ付きでこんなにジャンクあるの？アドバンスソフト系も、ここ結構ありそう。ポケモンピンボール330円だ。カービィのピンボール、これ面白いよね。ドンキーコング GB とか、3DS も眠ってるわ。妖怪三国志。ラベル茶色くなってるスマブラ。たまごっちとかあるのはいつも通りって感じだけど、結構珍しいのもあるね。ウイニングイレブン。ドラゴンボール。なんだこれ。渡辺くんの F1 レース。BS ソフトジャンク。ここ山盛りじゃん。テンション上がる。おいでよ動物の森。キラリンレボリューション懐かしい。確かナーさんだったよね。ピラメキーノだ。ハンニャはね、ピラメキーノで知ったみたいなとこあるよね。
懐かしいな。結界師だ。アニメ見てたよ。もうどんな内容かまでは覚えてなかったけど、なんかね、コマーシャルとかめっちゃやってたよね。結界師ってやつやってたよね。なんだこれ。ガチャピン日記 DS。ガチャピンの日記がジグソーパズルになったよ。パズル系の DS ソフトか。難易度別に100問以上入ってるらしい。ちょっとそれお腹いっぱいじゃない？ジャンク2箱目あるよ。花より団子恋せよ乙女。マリオパーティー DS。これなんか手すりでジャンプみたいなやつをね、死ぬほどやった記憶がありますね。お、バトレボだ。なんかこれすっごい重たいんだけど、ちょっとチラ見したけど説明書がめっちゃ分厚いっぽい。ゲーム機のジャンクもある。初代 DS いっぱい。ヒンジがちょっとやられてるのばっかりだな。こんなんなるんだ。自分のはまだね、ここまでなってないんだけど、やっぱここのヒンジの部分が劣化しちゃうのか、電源はつくのかな。ということで帰ってきました。それでは今回買ってきたものを紹介したいと思います。まずはこちら。僕の夏休みポータブル。いやー、僕の夏休みね、毎年夏になったらやりたくなるゲームなんですけど、今回もちょっと夏が近いので買ってきました。そして今回ので僕夏シリーズコンプリートしました。やったー。さあ、ラストこちら。ちょっと大きいんですけど、じゃーん。ハードオフのジャンクボックス、通称青箱を買ってきました。これね、店舗限定でね、なかなかね、告知もされてなかったものなんで、今回やっと買えて嬉しいです。こんな感じでさ、自分だけのさ、ジャンク箱作れるじゃん。めっちゃ最高なんだけど。ということで、今回のゲームショップ巡り旅いかがだったでしょうか？もし楽しかった、また見たいと思ってくださった方、チャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ここまでのお相手はよもぎでした。またねー。